からどういう今健康状態でどういう生き方したいのかというのがあるんであれば、だからそういう生き方考え方ができる、そういうものってあるんですよ。それを見つけることはできますよ。私はそれは脳の中にあるわけだから、それを見つけることができますよと言ってる。それを毒の本って言ってるわけでしょ。を指導してるんだから、じゃあ今日から始まるこのクラスにどうして来たわけ？ひろむさん、ひろむさんちょっと顔が締まってきたよね。あ、そうですか。まだブーッとしてたじゃん。今マシですよね。ちょっとマシですよ。私はこういう形で見てるから分かりますよ。どう？痩せたのかなと思うんです。どう思った？閉まってると思います。締まってるよね。やっぱり脳の状態が変わってきたってことですよ。もう顔体つきは全て脳で決めますから、同じように食べてても顔は締まってきますよ。いい顔してますよ。そんないい顔してるんだから、ここに来た理由持ってるでしょ。まあ、ここに来た理由っていうのは、そうですよ。今回から始まるクラスですよ。今回始まる理由はやっぱりこう、やっぱり CCW のそのもののいろんな意味を知りたかったっていうのがやっぱり一番大きいんですよ。で、今日でも話を聞いてて思ったのは、ちょっとね、やっぱり自分の戦ってきてないなというのとすごく思ったのと、それはもう体型で分かるんですよ。あ、そうですか。戦ってる人はそういう体型できないですよ。はい、そういうのがずっと前から続いてたんだなっていうのが今の話を聞いてて思いました。で、これからちょっとそういうスタンスを持った形でですね、やっぱりやっていきたいなっていうのを思って、今日は今思ったことはそれをやりたいなと思う。だから CW ってそういう意味ですから、はい、だから CW の勉強を知ってると言って何年か経ってるか分からないけども、 CW のだから CW って何かというと真理って意味ですからっていう、それを求めるつかむっていうことですから、それを求めるつかむっていうことっていうのは、そのスタンス、姿勢、生き方、考え方っていうのが当然あるわけですよね。ただ頭だけでお金出してそれを勉強するっていう今までの勉強とは全然違うわけですよね。あくまで自分の人生全部含めて、結果的に自分の健康、命まで含めたところでのそういうもんですから、だから適当がないわけですよね。っていうのが分かるのに、それまでが長い間そうでないものを勉強してきてますから、その延長上でいろんなものを勉強してきたんだろうけども、ちょっと CW は意図はちょっと違うなというのは分かってきてても、はっきりとこれっていうのがまだ十分つかめてない。今どれぐらいそういうのをつかめてる今日の感じで？全体がつかめてないので何とも言えないんですけど、1割2割ってどうですかね。いい数字ですよね。サルさんどうですか？だから全体はつかめてないし、もう来て2年以上でしょ。経つのにどれぐらいその CW 見とられてることっていうのは分かってると思います。1割もいってないと思います。っていう中で、じゃあなんでこのクラスに今回また参加しようと思ったのかという、そこをうまくね、今まで話を聞いてきてこれまで勉強してきた中で、そこをうまく言えるか、言葉で表現できるかどうかですよ。どうしてまた今回から始まるクラスに参加したわけ？伊藤先生のね話、そのいろんなことを先生が知ってることを何%でもいいからまだ自分の身に、取り入れられたらいいなというところ。平口さんどう思います？今なんでまた今回参加しようと？この間合宿に出た後にやっぱりこうなんか自分の中でかなりこう毒脳ってなんかこう雰囲気が変わってきたんですよ。雰囲気が変わってきて何か変わったっていう意識があって、であと今こういう時期にやっぱりいろいろまた伊藤先生の話を聞いたり、いろんなことでこう考えることによってもっと変われるかなという思いがあったので、今回は参加しようと思いました。今サツさんの言うことからすれば、本当は言うとすればね、僕がやってるのは脳の情報を読んで伝えてあげることをやってるだけですから、だから自分の脳に届いてる情報を自分は知りたいと、それを聞けるかと思ってっていうのが一番ぴったりな言葉ですよね。どう思います？そういうことでしょ。僕が知ってること、僕の知識はそれはもう違ってるわけでしょ。
私はそういうことしゃべってないから、はい、その人の脳の情報をキャッチしてしゃべってるだけですから、はい、だから自分のことを知りたくてじゃないの。ここに来る理由は自分の脳に届いてる情報を知りたいから、それを読んでしゃべってくれるからじゃないの。そうです。そうでしょ。どう思います？私はそれしかやってないですよ。私ができるのは毒の方ですから、毒の本当に求めてる人に対して人はその人の脳の中にその求めてることの答えが出てくるんだから、それを読むことができるわけですから、それが本当に読めてるかどうかはどこの病院行ってもどこの治療してもどんな治療してもダメだっていう人に対して脳の情報を読んで、その通りやったら良くなったと、良くなるっていうことを証明しようとして私は YouTube を作ったわけでしょ。あれを見れば、あ、この人は本当に脳の情報を読める人なんだって今世界中に広がっていくわけですよ。だから私の技術とかそんなもんじゃないですよ。その人が求めてるからその脳の情報が読めるというだけのことですよ。これを医療で使えば現代で良くならない何ちゅう病気症状に対しても効果があるということですよ。これを夫婦の問題、もうどんなしてももうほどけない人間関係得意ですよ。私はもう前も言ったでしょ。高級っていうのはもう細い糸がカーッとしてもカチカチになって、私はもう何日かけても一歩一歩全部外していって、もう小学校の時からそれやるのが好きだったわけですから、もうあれをもうとにかくもうわざと自分でもうこういうふうにゴムをしてそれをほどいていく糸もそうですよ。もうこうなってやるともう根気よく取っていく。もう随分練習しましたよ私は。だからもう根気よく何ヶ月何年かかろうが解決していくっていうのを持ってる。それはその人が求めてる答えはそれ以上にもっと複雑ですよ。もっと全然もう想像もつかない、もう何十年も前、もう全く想像もつかないような情報が入ってますよ。そんな情報の影響があって、もうどんどんそれが何十倍何千倍というものが重なって今出てきてるわけですから、そんな中で今の問題の答えなんてどんなして探すことができるのに、多分コンピューターじゃ間違いなく無理ですよ。もう間違いなくコンピューターじゃできないっていう中で、それは何十年かかれば可能性あるか分からないですけども、そんなことができるということを証明したいというので YouTube を作ったんですよ。だからそういう人間がやってるわけですから、じゃあ本当に自分の何をじゃあ求めてるのっていう、いやこんなもんですって言う、あ、そんなもんでいいんですか、だから楽なもんですよ。じゃあこれだけのもんだと、いやそれぐらいで来てほしいなと。でもまだ物足りないですよね。もっとそれだけのものと言われた方が私の問題じゃなくてその人の中にそれがあるということですから、それをだから読み出すっていうことは、それは読んでいく方はそれは勉強になりますよ。でもその求めてるものが小さいですから面白くないんですよね。だから葉っぱかけるわけでしょ。今日は1回目ですよ。私の場合大体いつもそうですけど、思いっきり葉っぱかけるのは思いっきり楽しくやりたいって、私が楽しくやりたいんだから、だから思いっきりその自分の中にあるものを出してほしいと、あるいは求めてほしいと。でも求めてないわけだから、騙されてレールに乗っかって楽に生きていくことをずっとやってきてるわけですから、そんなに困ってない。だから行き詰まってほしい、本当に追い詰められてほしいで、そういう人間の入り口だっていうことだったでしょ。ここはそういう人が来れば悩んでる、行き詰まってる、本当に将来に立ちたいと思ってる、戦いたいと思ってるっていう人がここに来るところですよっていうことでしょ。だから今後どんどんそういう形でこの場はそういう人たちの場ですよと言ってどんどん広げて、そういう人たちが来ればいいんです。そしてそういう人たちの話を聞いてほしいんです。まあ医療者としているわけですけども、そうでないいろんな人が本当にそんな話、つまり生きてるということですよ。皆さんと同じように生きてるという中で、その人たちは問題意識を持ってる、問題意識を持って、あるいは問題意識を持たないで来て、そして今は問題意識を持ってる、だから来たわけですけど、その問題意識を思いっきりぶつける。それから軽いものだったらわざわざここに来ない、相当それが重い、どこ行ってもダメだったっていう人が来てほしいって言ったわけですから、その重い問題意識をここで語ってくれる、そういう話を聞いてほしいという場ですよ。
だから人の役に立つことをしたい、求めること